ちょっと味がちょろろろろろします。はい、皆さんこんにちは、中華春菜森本の森本でございます。今回は、キムチを使ったサンラータンを、ご紹介いたします。サンラータンといえば、湖南料理が発祥で、昔は白胡椒だけでサンラータンっていうのを作ってたんですけども、最近になって四川料理とか、ラー油とかを入れるようになったっていうのがあるんですけど、今回そのキムチを使ったサンラータンということで、僕なりの解釈で延辺朝鮮族風にして、サンラータンを作りたいと思います。豆腐なんですけれども、今回口当たりがいいようにソフト木綿っていうのをちょっと使ってます。でこうやって薄切りにするんですけども、木綿豆腐だとちょっとやっぱり加熱していくと木綿豆腐って味が入るのにも時間がかかりますし、口当たりがちょっと重いかなって思いましたんで、絹ごし豆腐だと、煮崩れしていくので、このちょうど中間のソフト木綿っていうの、口当たりもよくしっかりめな豆腐をチョイスしました。でこうやって細切りにしてってください。形は四角でもいいですし、細切りでもいいですし、でこうやって並べておきます。まず油ちょっとだけ引きます。大さじ2杯ぐらいですね。でそこに生姜を入れます。で、豚肉じゃなくて牛肉を入れて加熱します。でここでキムチ、今回辛口の酸味の効いてる発酵が進んでるキムチを選びました。やっぱり発酵してるやつの方がうまみが加熱した時に出るので、このちょっと古くなったキムチとかでやっていただくと非常に合います。ちょっとしばらく炒めますね。炒めることによってまろやかなうまみをじっくり出していきます。である程度炒まったら紹興酒入れます。で鶏ガラスープですね。鶏ガラスープ入れていきます。で沸かしますと。このサンラータンは、夏バテ予防にも非常にマッチしてまして、酸っぱいスープを飲むことによって唾液や分泌が増すので食欲を即してくれるんですね。で今から味をつけていきたいと思います。お醤油、です。はい。お塩少々、塩もこれぐらい入れちゃいます。で、胡椒、結構大量に入れます。サンラータンなので、胡椒の味をしっかりつけますね。これはホワイトペッパーかブラックペッパーそれも、今となってはお好みでいけばいいのかなって思います。昔のそのサンラータンというのはもう本当に白胡椒と酢だけで作られたお料理なので、ちょっとさっぱりシンプルに作りたい人は白胡椒とお酢だけで作るっていう。でもうちょっとアレンジを効かしたいなっていう人とかは
ラー油を入れたりとか豆板醤を入れたりとかします。で酸とラーが効く料理に関しては思った以上にちょっと強めの味を入れてください。酸とラーの成分でちょっと味がぼやけてしまうんですよね。なので思った以上の強い味付けをしてください。でここで材料をすべて投入して一旦沸かします。で沸きましたら火を止めて水溶き片栗粉ですね。3倍ぐらいかな。で加熱します。必ず沸騰させてください。片栗粉が非加熱の場合だと粉っぽく仕上がっちゃうし、色もすごく透き通らなくて濁った仕上がりになります。でちょっと弱めにつけてください、とろみを。でここに卵がありますんで、卵を入れることによってまたちょっと締まっちゃうんでスープが。はい、これでチャーっと入れていきます。で最後にお酢を入れます。お酢も結構多めに入れます。そうですね。酸味がやっぱり飛んじゃっていくとまた味がぶれていくので、最後に決める方が、味付けがやりやすいと思います。で旨味とかが味が足りなければまた最後にちょっとここで調整してあげてください。よし、盛り付けいきます。で最後に色味つけますね。青ネギをカットしたやつをのっけて、ラー油ちょろろろろろ垂らします。はい、これで、森本流の扁平朝鮮族風サンラータンの出来上がりです。いただきます。すごい。いってらっしゃい。すごいあれですね、キムチが入ってるんで色もチゲみたいな色ですね。そうですね、キムチ最初に炒めてるんで香りもすごく閉じ込めれると思います、はい、なんかでも本当に最初キムチがすごいチゲみたいな感じかと思ったんですけど、すごい酢が効いてますしラー油とかもかかってるんで、なんか結構違う感じで、サンラータンだなっていう感じですね。そうですね、入れてるものはちょっと中国料理のものを入れてるので、やっぱり最後にはサンラータンになるのかなと思います、はい、本当になんか食欲も進むというか、なんか暑い時に食べたいですね。なんかこう初めてそのキムチを使ってそのサンラータンを作ってみたんですけど、なかなかいい料理じゃないのかなと。これからもしかしたら流行るかわかんないですね、はい、これ麺入れたらもうサンラータン麺ですか？そうですね、はい。もうちょっと麺を入れる時は味を強めに作っていただけたらいけると思います、はい、なんかすごい初めて食べる味ですけど、ちょっと止まらなくなる感じで。
教えていただいてありがとうございます。とんでもないです。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。